済んだもん。みんな、こんにちは。今日はね、南国の楽園、グレナダのニュースをお届けするのだ。実は、グレナダってさ、世界で初めて、モルトマンっていうお酒を作った国だって知ってた？へえ、でしょ？今日はそんなグレナダのニュースを、全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュースなのだ。刈谷区、ヒルズボロ、道路閉鎖、という記事なのだ。みんなに大切なお知らせがあるのだ。一体何が起こってるのか、一緒に見ていくのだ。カリブ海の南に輝く美しい島国、グレナダをご紹介するのだ。ウィンドワード諸島の南端に位置し、首都は絵のように美しい湾を持つセントジョージズなのだ。この国は、スパイス、アイランドとして世界的に有名で、特にナツメグの生産が盛んなのだ。かつてイギリスの植民地だったグレナダは、1974年に独立、立憲君主制を採用する英連邦王国の一員なのだ。人口は約12万人と小さな国ながら、豊かな自然と多様な文化が魅力なのだ。アフリカやヨーロッパ、インドの文化が融合し、音楽やカーニバルも盛んなのだ。主要産業はスパイス栽培と観光業なのだ。近年は持続可能な観光や気候変動への対策、そして高品質なカカオを使ったチョコレート産業にも力を入れているのだ。大自然と温かい人々が織りなすグレナダの魅力に触れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。刈谷区、ヒルズボロ、道路閉鎖、という記事なのだ。みんなに大切なお知らせがあるのだ。刈谷区島のヒルズボロで、メインストリートの一部が一時的に閉鎖されるのだ。具体的には、2025年7月17日木曜日から、チャーチストリートとパターソンストリートの間が、車の通行ができなくなるのだ。この閉鎖は、メインストリートの排水設備を緊急で修理したり、もっと良くしたりするために必要になったのだ。だから、みんなには少し不便をかけることになるけど、安全のためなのだ。交通規制もあるから気をつけてほしいのだ。もしファーストアベニューやパターソンストリートからメインストリートの下の方へ行きたいなら、ファーストアベニューを南に進んで、チャーチストリートを右に曲がり、それからメインストリートを左に曲がるルートを使ってほしいのだ。それから、チャーチストリート側からファーストアベニューをパターソンストリートの方へ進むのはダメなのだ。パターソンストリートからメインストリートへの左折も禁止になっているのだ。道路を使うドライバーさんたちも、歩行者さんたちも、特に閉鎖されている場所の近くでは、いつも以上に注意して通行してほしいのだ。刈谷区島とプチマルティニーク担当省、そして刈谷区警察署が、みんなに迷惑をかけて申し訳ないと思っているのだ。理解と協力をよろしくお願いするのだ。二つ目のニュースなのだ。グレナダ、最大名誉領事を歓迎、という記事なのだ。グレナダとタイの絆が深まる、とっても嬉しいニュースなのだ。先日、2025年7月9日に、グレナダのリックン、ミッチェル首相が、対駐在グレナダ名誉領事のシュブホディープ・プラサンタダスさんと面会したのだ。これは二国間の関係をぐっと強める大切な一歩になったのだ。ミッチェル首相は、外交をもっと深めて、経済的な貿易を広げ、両方の国の人々がもっと幸せになるように一緒に頑張ることの大切さを話したのだ。ダス名誉領事がグレナダの発展目標に合うパートナーシップを築いてくれることに期待しているのだ。ダスさんもグレナダと協力できることにワクワクしていて、いくつかの大切な分野を提案したのだ。例えば、製造業や食品加工で輸出を増やしたり、観光を盛り上げての窓ビザなどを支援したり、クリエイターを育ててカリブ映画を応援したり、エネルギーや廃棄物管理、大麻の研究を進めたりするのだ。ダス名誉領事は、まずは製造業の分野から、グレナダ投資開発公社などと協力して、経済成長や投資の新しい道を切り開いていく予定なのだ。グレナダ政府は、ダス名誉領事との実り多い関係を通じて、タイとの絆が文化や貿易、共通の目標でさらに深まることを期待しているのだ。
3つ目のニュースなのだ。セント・デイビッド・カトリック高校が起工式という記事なのだ。グレナダでセント・デイビッド・カトリックセカンダリースクールの新しい校舎の起工式が行われたのだ。このプロジェクトは総工費4060万 EC ドルという大きな投資で地域の変革と活性化につながると期待されているのだ。新校舎はマールマウントに建設されるのだ。約1万3000平方フィートの広さで生徒1500人と先生40人を収容できるのだ。建物は3棟からなり、教室が15室もあるのだ。電子工作や製図、木工、視覚芸術といった専門ラボのほか、科学や情報技術、家庭科のラボも充実しているのだ。屋外コートや広々とした緑地、バリアフリーのための車椅子リフトも完備されていて、生徒さんたちが心身ともに成長できるようなデザインになっているのだ。この大切なプロジェクトは、教育省とインフラ省が協力して進めているのだ。資金はカリブ開発銀行とグレナダ政府が共同で出しているのだ。これはグレナダ教育強化プロジェクト CEP の一環で、すでに建設が進んでいるグレナダクリスチャンアカデミーなどに続いて3番目の新しい学校プロジェクトなのだ。起工式では首相や教育大臣、カリブ開発銀行の代表などがスピーチしたのだ。首相はこれまで学校を支えてきたすべての人々に感謝の気持ちを伝え、この新しい校舎が生涯にわたる学習の機会を提供することを強調したのだ。教育大臣もこの施設がグレナダの子どもたちのより良い学習成果につながることを強く願っているのだ。建設会社のプロジェクトマネージャーさんによると、この学校はグレナダだけでなく、地域でも最大級のプロジェクトの一つなのだ。気候変動対策も考慮された、とても先進的で素晴らしいデザインになっているのだ。グレナダの未来を担う子どもたちのために、最高の学びの場が作られるのは本当に嬉しいのだ。4つ目のニュースなのだ。8月1日、全国で盛大な奴隷解放記念という記事なのだ。グレナダで8月1日が解放記念日として正式に制定されたのだ。これは奴隷制廃止の歴史的な日を祝うとっても大切なことなのだ。グレナダ文化財団 GCF は教育や伝統、地域の絆を深めるとっても盛大な祝典を準備しているのだ。これまで8月第1月曜日だった祝日が1838年の奴隷制廃止という正確な日付に変わったのだ。歴史家のジョン・アンガス・マーティン博士は解放の歴史をもっとみんなに知ってもらうために知ってましたかっていうソーシャルメディアキャンペーンを企画しているのだ。このキャンペーンでは解放前の奴隷の数や7歳未満の子供たちが先に自由になったこと、奴隷所有者への保証金、カリブ海最大級だったダンプフリース農園のことなど、たくさんの驚くべき事実が紹介されるのだ。GCF の CEO、リビングストン・ネルソンさんは、グレナダの重要な歴史を持つグレンビルが祝典の中心地になるって話しているのだ。解放委員会は、教育と文化に焦点を当てた2日間の特別なプログラムを用意したのだ。7月31日の夜には、ウォッチ・ナイトっていう昔の奴隷たちが自由を待ち望んだ気持ちを追体験する厳かな儀式があるのだ。この日はみんなでアフリカの伝統衣装を着て国民アフリカ服の日として祝うことが奨励されているのだ。翌8月1日には伝統的な朝食からスタートしてマスカレードバンドが街を練り歩くのだ。夜には大きな文化ショーも予定されていて、たくさんのアーティストさんや文化グループが登場するのだ。このお祝いはただ楽しいだけじゃなくて歴史を学び、意識を高めることがとっても大切にされているのだ。5つ目のニュースなのだ。グレナダ8月1日を解放記念日に法制化、教育、啓発を推進という記事なのだ。グレナダでこれまで8月最初の月曜日だった奴隷解放記念日が正式に8月1日に制定されたのだ。これは
1838年にイギリス帝国で奴隷制度が完全に廃止された、その歴史的な日を記念するためなのだ。この変更は、銀行休日改正法2025として承認されたもので、グレナダ文化財団や賠償委員会の協力で実現した多くの話し合いを経てできた共同作業の結果なのだ。ブリットン上院議員は、8月1日がグレナダとイギリス帝国の奴隷たちが自由を勝ち取ったとっても大切な日だと強調しているのだ。今の自由があるのもこの日のおかげだから、国民みんなでこの新しい記念日を祝ってほしいと呼びかけているのだ。もし8月1日が日曜日だったら、次の月曜日が休日になるのだ。歴史家のジョン・アンガス・マーティン博士も、この日付変更を長年提唱してきた一人なのだ。他のカリブ海の島々でもすでに8月1日を記念していて、グレナダの歴史にとってどれほど重要かを国民がもっと認識すべきだと話しているのだ。でも、法律を変えるだけじゃダメで、奴隷解放が何を意味するのか、今もなお自由にとってどれほど大切なのかを、国民、特に若い人たちにしっかり教育して、意識を高めることが大事だと博士は力説しているのだ。例えば、グレナダ出身で奴隷解放運動に貢献したオットバー・クブアノさんの物語も伝えるべきだと話しているのだ。この法律が成立したことで、8月1日はただの歴史上の日付ではなく、グレナダの国民が自国の歴史を振り返り、文化を祝い、そして学びを深めるための大切な焦点になるのだ。グレナダは本当に美しいスパイスアイランドなのだ。豊かな自然と多様な文化が魅力的なだけでなく、今日のニュースからは道路の整備や新しい学校の建設、外交の強化、そして大切な奴隷解放記念日の法制化など、国民みんなの未来を真剣に考えて着実に前に進んでいることがよくわかったのだ。これからもきっともっと素晴らしい国になっていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。